今回展覧会やったニュースフロムノーウェアっていうんだけど、ウィリアム・モリスの書いた小説のタイトルがニュースフロムノーウェアっていうタイトルなんですよね。そのウィリアム・モリス自身が22世紀に旅をしてタイムスリップしてその22世紀の未来を見てくると、そこはもう中世的なユートピアが広がっていてっていうそういう小説なんですよね。でその小説が元になっている新作です。100年前のビクトリア時代のプリントを自分で買ってきて、そのプリントをコラージュしたりドローイングしたりミシンで刺繍したりして、現代の女性のポートレートをその100年前のプリントを使って、作る、そのシリーズが30点並んでるっていうそういう、作品です。ずっと僕はミシンで作品を作っていて、古い工業用ミシンで作品を作るっていうその行為にはもともと言語が発生していて、例えばその労働の問題だったりとか、あと、ジェンダースタディ、その女性の労働の歴史だったりとか、そういうもともとミシンが持っている言語っていうのがあるんだけど、そのミシンのもともと持っている言語を、現在の社会に結びつけるようなそういう作品を今までずっと作ってきました。ずっと今までね、そういった労働の問題とか、うっすらだけど女性のね、女性の歴史とかね、労働の歴史とかそういうのを扱ってたんだけど、今回結構ストレートに出してみようかなっていう。トランプ政権になったりとか、今の安倍政権とかさ、あとイギリスの、ユーロ離脱とかで、そういう空気の中で今までね、すごく表面上どんどん解決していってたようなその人種の差別の問題だったりとか、男性と女性のその社会での在り方だったりとか、人種のね在り方だったりとか、今まで進歩してきたようなものがまた少し元に戻ってるような、そういう空気を若干やっぱり多分感じていて、ウィリアム・モリスの書いたその小説の中で未来っていうのはほとんど中世だっていう話をしたと思うんですけども、ユートピアとしてね、全員が美しい格好をしてるとか、当然そういうところがもう学校がもうないとか教育がないとかね、だけどもうみんなが完璧、もうみんなが楽しい仕事しかしないし失業者はいないしみたいな、そういうある意味ではもうちょっとロマンチックが過ぎるぐらいのね滑稽なお話だと思うんですよ。だけどそれはユートピアであると同時にやっぱりディストピアだと思ってるんですけども、今トランプ政権以降若干時代がもう戻っちゃってるっていうふうに感じるって話をしたんだけど、その戻っていった先にはそのモリスが描いた未来と重なる部分っていうのがあるんじゃないかっていうのがもう僕の考えで、つまりのところ今もうディストピアが始まってるんじゃないかっていうね。女性のポートレートを描いてんだけど、その女性のポートレートの先にはディストピアが始まってるっていう自分が持ってる危惧を今回の作品に描きたいなと思ったんですね。現代人が身にまとってるテキスタイルで現代を表現したいっていうのがやっぱりあるんですよね。そうなった時にやっぱりね、ミュージシャンとかセレブリティとか面白い服着てんだよね普通に単純に美しい服着てたりとか、やっぱりその時代を映すような、やっぱりそういった格好をやっぱりその有名な女性たちはしてるんですよね。そういった意味でのアイコンだと思うし、98年にゴールドスミスカレッジ卒業したんだけど、美術の世界ではね、わりかし、グローバライゼーション真っ只中というか、自分は何者かっていうナショナルアイデンティティとかも含めて自分は何者かっていうのをものすごく喋ってた時代だったんですよ。今時代が少し戻ってきて、真っ先に思ったのはその頃の時代の空気なんだよね。今初めてだってポストグローバライゼーションって言ってもいいような時代がやってきたわけでしょ。これって結構大きいと思うんですよ。そういった時代を経た上でもう一回、セルフアイデンティティに戻ってみるっていう、
まあそういったステートメントの表れとしてセルフポートレートがある。あと過去作があるね。過去作と一緒に自分の妻がいるのポートレートとか、ポートレートの作品とかね。なんだかんでも未来には進んでんだよね。ただなんか時空がもう歪んじゃっててなんかっていう感じ、イメージ、決してなんか過去に戻ってるわけではなくて、だから未来としてやっぱり過去に戻ってるみたいなのが、未来には向かってるけどでも既視感満載で、決してなんか進化しなくて退化してるっていうね。